こんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。今回はこちらの文化庁委託事業ということで、日本のアート産業に関する市場調査2020という資料がインターネットに上がっていまして、こちらを取り上げてお話をしたいと思っております。こちらの資料に関しては、第1部美術品の購入動向意識調査、そして第2部美術品の価格推移調査、第3部考察と今後の課題というふうに分かれていますけれども、第1部は日本のアート産業市場調査2020、アート東京芸術と創造調べというところが出所になっておりまして、第2部は日本のアート産業市場調査2020アート東京株式会社クイック調べということになっております。それでは早速見ていきたいと思いますが、こちらは第2章日本のアート産業の市場推計結果ということになっておりまして、世界の美術市場規模過去10年間には約600億ドル、約7兆円規模で推移しているということで、こちらにグラフが出ています。こちらのグラフを見てみますと、2006年から2019年までのグラフが出ています。そしてこの2009年というのが、こちらはリーマンショックの影響でぐぐっとこの数字が下がっていまして、そして2010年、11年と回復をしているのがわかると思いますが、割とこのリーマンショックほどの影響は今後は見られずに、平均的な動きをしてるんだなというのが見て取れると思います。そしてこちらは本調査におけるアート産業の定義ということで、美術品市場というのはギャラリー、百貨店、アートフェア、美術品のオークションなどの、いわゆる美術品の現物というかそのものを指しまして、関連市場というのは著名な絵画を複製したポスターやポストカードや図録、カタログ、絵画、彫刻などをモチーフとしたグッズのことを指しているということですね。あとは関連サービス市場というのは主に美術館の入場料ということになっております。そしてこちらが2020年の調査の結果ということになっておりますけれども、美術品市場2363億円ということで、国内事業者からの購入ということで、このギャラリーと百貨店の売り上げがほぼほぼ同じということになっておりますね。そしてこの美術館博物館入場料が364億円ということで、美術品の関連品市場の379億円と、こちらもほぼ同じというので、美術品博物館の入場料というのが大きい金額になっているんだなということを改めて思いました。そしてジャンル別市場規模ということのグラフが出ていまして、こちらを見てみますと、洋画が一番多い。洋画というのはいわゆる西洋絵画、ピカソやシャガールやベルナール・ビュッフェなどを指すものと思われまして、次に多いのが陶芸が多いということがわかります。そしてその次には日本画が入ってまして、その次が現代美術と。ただここに注意書きがありまして、現代美術合計が373億円になってまして、こちらの数字が平面の作品と立体や写真なども合わせた金額になっているということですね。そしてこの版画というのがこちらにありますけれども、この版画というのはいわゆる版画だけの作品、浮世絵だったり、そういったものを指すのか、例えばこの洋画の作家、日本画の作家、現代美術の作家の版画がここに入るのか、どうなのかというのはちょっとこちらではわからないんですけれども、こちらの下を見ていただくと、グッズやポストカードや図録などの美術書の関連の金額が出ていますけれども、379億円ということで、この現代美術の合計金額よりも大きくなっているのが少し驚きでした。そしてこちらはチャンネル別市場規模というふうに出ていますけれども、やはり国内の百貨店
ギャラリーが大半を占めているというのがよくわかると思いますね。そして次ではアートフェア、オークションという状態になっていて、インターネットサイト。このインターネットサイトというのもいわゆるヤフオク、メルカリだけなのか、ギャラリーが持っている EC サイトなのかというのがここに含まれるのかというのはちょっとわからないですけれども、あとこの作家から直接購入というのがありますので、このあたりが数字が伸びているのは今の現代アートのプライマリー、若い作家さんの売れている数字がこの辺に入ってきているのではないかと推測できるのではないかと思います。そしてこちらは参考ということで百貨店の状況というのが出ていますけれども、こちらは美術品だけではなくて宝飾品、貴金属も入っていますけれども、こちらのグラフではやはり2020年のグラフがぐっと下がっていますけれども、やはりコロナの影響でぐぐっと下がっているのがよくわかると思います。そしてこちらもよく言われますが、世界の美術品市場における割合というのが出ていまして、世界は7兆円、そして日本は2270億円ということで 3.2% の割合になっています。2018年には 2.8% でしたので、こちらは少しだけ上昇しているようにありますが、やはり日本の市場はなかなか小さいものだということがわかります。アメリカ、イギリス、中国というのがほぼほぼを占めていますが、そろそろですね、このイギリス、中国というのが拮抗してますので、この中国というのがイギリスを抜いて割合的には多くなってくる。アメリカと中国の2大アートマーケットが確立していくんではないかなと思っております。そしてこちらには美術品、美術関連品の購入経験というグラフが出ていますけれども、こちらは購入経験、過去3年の購入率というふうに出ていますが、やはり非購入が 72.9% を占めると。で、こちらの美術品関連品に関しての非購入、過去3年間のデータも 87.3% と、やっぱり日本ではですね、美術品の購入経験というのが少ないというのがよくわかると思います。そしてこちらが少し興味深かったんですけれども、過去3年間の購入率の性別、年代別のグラフになっていますけれども、美術品の過去3年間の購入率で言いますと、この赤い枠で囲ってあるものは全体平均よりも高いもの、そしてこちらの青いものが全体平均よりも低いものということになっておりまして、過去3年間の購入率で言いますと、この30代というのが多くなっているのがわかると思います。そして購入しているのは男性が多いということになりますね。そして、美術関連品の購入率で言いますと、女性が多く、30代から50代の女性が多く購入しているというのがわかると思います。そしてジャンル別の購入経験ということのグラフが出ていますけれども、現代美術の過去3年間の購入率というのが出ていまして、やはり40代、50代よりも30代、20代の購入率が高いと。このグラフを見ると、やはり現代美術というのは若い世代に支持されている。よく購入されているというのがわかると思います。そしてこちらのグラフがまた興味深いですけれども、過去3年間における美術品購入金額別の人数と金額の割合ということで、10万以上の購入者は人数ベースでは 18%、金額ベースでは 85% になるということで見てみますと、人数ベースでいうとこの10万円未満という金額が一番多い 80% を占めるんですが、残りの 19%、この方たちが10万以上、そして100万以上の金額を使っているということで、ある一定層の美術愛好家たちが多くの金額を使っているというような予測ができると思います。そしてこちらもよく言われる話ですけれども、グラフを見てみますと、過去3年間に美術品を購入した方と、過去1年間に博物館、美術館を4回以上訪問した方のグラフが出ていますけれども、美術館を4回以上訪問していても美術品を買ったことのある人というのは、
割合的に少なくなりまして、購入もしてるし4回以上美術館に行くというのは 1.3% ということになりまして、こちらにも記載がありますけれども、美術展の愛好者の増加が美術品購入者の増加につながるとは限らないという調査結果が出ています。こちらも一つ面白い調査結果になっていると思います。そしてこちらは関心を持つ展覧会ということになりますが、やはり世界的に有名な作家の展覧会というのが一番多い。そして海外の有名な美術館のコレクションを展示しているというのが上位を占めていますけれども、チラシポスターを見て魅力的だと思った展覧会というのも割と上位に占めているというのがわかります。関心を持つ展覧会、年代別ということで見てみますと、やはり世界的に有名な作家の展覧会というのは年齢層が高くなっていく。海外の有名な美術館のコレクションというのも年齢層が上がるにつれてこういうものに惹かれているということになりますが、若い年齢層になりますと、特にこちらは男性ですね、自由に写真撮影ができたり、女性で多いのはやはりインスタ映え、SNS 映えということになりますので、女性でこちらチラシポスターを見て魅力だと思った展覧会ということで、割と感覚的に選んでいる部分もあるのかなという感じもしました。そしてこちらは美術に関心を持つポイントということになりますが、やはり群を抜いて作品そのものの美しさというのが出ているのがやはり日本人らしいというような調査結果かと思いますが、その次が作品のテーマ、コンセプト、時代背景、作品が持つストーリーというふうに続きますけれども、作品そのものの美しさというのは年齢層が高ければ高いほど増えていく傾向にありまして、低い年齢層で多いのは作品の作られ方や素材ということで、割とプロセスを見ているんだなというのがこちらにわかると思います。そしてこの第2部になりますと、美術品の価格推移調査というふうになっていきまして、こちらでは日本における30年間のアートオークションにおける取引データを調査、分析ということになっております。こちらではオークション市場における落札価格の特徴ということが出ていまして、こちらのグラフを見ていますとわかるんですが、この単位が1000円となっていますので、ここの1が1000円となりますね。10というのが1万円というのになりますけれども、だいたい公開オークションのオークションハウスであるオークションでは1万円以下の作品というのはほとんど出てきませんので、ここは空洞になっているのが普通だなと思いまして、やはりここの1万円から始まって10万円、100万円あたりの価格帯のものが多いというのが見て取れると思います。こちらではジャンル別、サイズ別に見た取得価格の特徴ということが出ていますけれども、やはりこちらでも現代美術のパフォーマンスが際立つと書いてありますけれども、こちらをグラフを見ていただければよくわかると思いますけれども、2006年から2020年までの調査になっていますけれども、全体的に下降トレンド、2019年、この辺はコロナの影響が出ていますので、その影響ももちろん大きく左右していると思いますが、この3番緑のラインが現代アートですね。リーマンショックの前に現代アートは一回跳ね上がっているんですね。中国やアジアのマーケットでもこの辺りでは盛り上がりました。ただリーマンショックがあってぐっと落ちましたが、その後なんとか盛り上がってきて、2011年、12年頃からは現代アートの盛り上がり、これが手に取るようにわかるようなグラフになっているのではないでしょうか。そしてこちらは作家別に見た取得価格の特徴というふうに書かれていまして、草迷いが上昇、他の作家は緩やかな下落とありますが、今は落ち着いていますが、2006年から2019年までというふうに考えると、もちろん草迷いさんの上昇率はとんでもない上昇をしましたので、こちらにグラフが出ていますけれども、まず作家名ということで落札件数、
ベルナール・ビュッフェが1番になっていて2693件、そしてこちらの草間彌生さんが2311件、そして藤田嗣治が次に来てまして2209点、次が宗像志功、マーク・シャガール、東山海ときまして、ここに小田裕樹が入ってきているのが個人的には少し驚きましたが、そしてこちらを見ていただくと分かりますけれども、2006年から2018年の金額の推移、赤色が草間彌生さんですね。ここら辺ではまだ価格が低かったものがだいたいリーマンショック後2011年ぐらいから倍々に推移をしまして、ここですね。ここで一気に火がついたということになりますね。そこがちょうどおそらくですね、国立新美術館で大きな個展をやったあたりから草間彌生さんの知名度も一般大衆化されて一気に価格が上がっていったというふうに見て取れると思います。そして第3章は日本の公開オークションの分析結果ということで、ここでは1990年からのアートオークション市場の細かい状況が書かれていますので、ぜひ皆さんもここをチェックしていただきたいと思います。ここでは最近の動向ということで2015年から2019年の調査のこの報告を見ていきたいと思いますけれども、2009年には神話オークションが現代美術からの事実上の撤退の動きを見せると。そして2012年には現代美術専門のオークション会社として SBI オークションが誕生するということになります。2015年のオークションと比較しまして、この2019年10月の SBI オークションのセールのことが書かれていますけれども、この時のセールのうち日本人作家の作品は全体の 10% に過ぎなかった一方で、海外作家の割合は 90% を占めたというふうに書かれています。そして2015年に 41% を占めた新規アイテム、新しいアーティストですね。それに関しては六角彩子さんや五北さん、ミスターハロシなどを除いては、この2019年では出品されていなかったということが書かれています。この後続いてここのレポートで言っているのは、この現象から垣間見られるのは海外の現代美術市場による日本の現代美術市場の吸収であるというふうにここに綴られています。草間さんや奈良さんの高額落札もすべて欧米やアジアのオークションでのセールで売買されたものだった。そのため日本では一人勝ちの印象を受ける SBI のセールでの平均落札価格は100万円から200万円台で推移しており、海外と比較すると小ぶりの作品が取引されるローカルな市場という姿が映し出されるというふうにここには記載があります。そして新規アイテムが市場に続々と登場し、高騰の後数年で消えていくという現象も多く見られまして、現代美術ブームに隠された投機的な取引という側面も映し出されているというふうに書かれています。そしてこの第3部という最後の考察と今後の課題というところで、その日本のアート市場について書かれていますけれども、日本のアート市場規模を欧米と比較してかなり小さいことがよく取り沙汰されるが、これは商品性の違いであると考えられるというふうに書かれています。そしてアートの商品性とともに重要なのが流通であるというふうに書かれていまして、ギャラリーがマーケットメイキングを行っている。そして果たしてそれが資産性に基づいて顧客の資産を増やすような行動ができているかというのが今後のアートマーケット拡大のポイントとなると書かれていますけれども、やはり顧客が絵画を購入して資産として持つようになった場合は、この資産価値を増やすような行動ができているかどうかというのがポイントとなるということになりまして、やはり買った人も資産として増えればもっと面白くなってもっと購入をするという行動に結びつきますけれども、資産価値が落ちていったり全く上がらなかったり価値のないものになってしまったということであれば、そういったアートに興味を持った人自体もアートを買わなくなったり興味がなくなってしまう可能性もある
ということではないでしょうか。そして価値の高いアート作品の売買に関わるために必要となるギャラリーの資本力も重要というふうに書かれていまして、まさにギャラリーで必要なものは資本ということをはっきりと明記をしている調査になっております。ということで今回は日本のアート産業に関する市場調査2020という資料を見ながらお話をしました。インターネット上に掲載されていますので、アート好きな方やアート関連の方はぜひこちらの資料をチェックをしてみてください。それでは今回はこの辺で最後までご覧いただきましてありがとうございました。